フグ対戦の敵情がよ、見てるか？あなたは一度、神の荒ぶる御霊を味わうといい。値だよ、死ぬがいい。肉のお前を熱して、土と水で美しく作り直してやる。不人物が喋った。あなたが、コンティニューできないのさ。といったように今回はかっこいいけど怖すぎる名言について紹介していきますよ。東方プロジェクトは知的でおしゃれな名言が多いけど、意味としては非常に怖いものがあるんだよな。そう、少女たちが発言すると思えないほどのヤバすぎる発言を紹介していくのでお楽しみに。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくれよな。それでは早速授業開始です。それではまず一人目は東方プロジェクトの主人公である白霊霊夢の言った、雑魚が生きがってるんじゃないわよ、です。女の子主人公で問題ないんだよね。白霊霊夢というと、ぶりっ子で気弱で守ってあげたくなるようなまさにヒロイン的キャラ。っていうのは冗談で、妖怪ならば逆に出会い頭にぶん殴るという恐ろしい巫女さんです。どちらかというとジャイアンの部類だよな。そんな彼女は漫画中では基本的に可愛いらしい場面が多いのですが、異変の起きたゲーム作品では戦闘のスイッチが入るのか、恐ろしく化けます。特に東方鬼神城では女の子主人公とは思えない暴言を連発するのです。霊夢、こんな人里近くで妖怪騒ぎだって？これは本格的に異変が起こっているんだわ。石板機、早速現れたわね。私を退治しに来たというの？探す手間が省けたわ。そっちから出てきてくれるなんて、さっさと片付けるわよ。本当ね。おとなしくしてたら人間が増長したって。雑魚が生きがってるんじゃないわよ。非力な人間のくせに。頭を見るたびうなされよ。まさかの雑魚呼ばわりする10代前半の巫女さん。これはぜひとも直接言われてみたいものですよね。いやそういうことじゃなくて、このように主人公というより、ラスボスのエネミーのような話し方をしますね。石板機は神妙丸の持つうちでの小槌の影響で暴走していたとはいえ、容赦なくボコるところ素敵すぎるぜ。まず東方プロジェクト初心者さんなら何が何だかわからないでしょうね。原作でのラップに耐えられないだろうな。ちなみにその後は、石板機、何よあんた。強いじゃないのよ。霊夢、妖怪退治は専門だもん。もしかして、あなたは、そうよ、このお払い棒が目に入らぬか。ははこりゃ失礼しました。といったように何々なんだもんみたいな女の子らしい口調も使うし、少しネタにも走るところちゃんと可愛らしいところもあって、最高の主人公ですね。少女とは思えないヤバすぎるセリフと少女らしい発言が混ざった東方プロジェクトならではの魅力だよな。ちなみにワカサギ姫のところでも雑魚呼ばわりしています。また今泉影郎には、所詮は獣ね。弾幕はパワーだけじゃなくて頭も使わなきゃ。お払い棒が獣臭くなっちゃった。といったように相手が傷つくような恐ろしい発言もバンバン言います。やっぱりどちらかというと静香ちゃんよりジャイアンだった。まさに草の根ネットワークの天敵ですね。弱い妖怪たちが集まって生活を豊かにしていこうというグループなんだが、霊夢さんの言う通り天敵だな。どっちが妖怪か分かったもんじゃないぜ。それが他の作品のキャラクターには見られない白霊の巫女ならではの魅力ですね。ということで次に紹介するおっかない名言はレミリア・スカーレットの、こんなに月も赤いから、本気で殺すわよ、です。怖すぎる名言の中でも名言。レミリア・スカーレットは、コウマ教の異変であるコウム異変の主犯です。コウマ館の主である吸血鬼でコウマ教時点で500歳。東方プロジェクトの妖怪は大概1000歳は超えていることからもかなり若いんだよな。ただ500歳の幼女とは未だにインパクトありすぎます。性格は問題視の多いコウマ感をまとめ上げれるほどのカリスマ性を持っていますが、まだまだ幼い発言がたびたび見られますね。そんなレミリアのおっかない名言がこちら。レミリア、しょうがないわね。今、お腹いっぱいだけど。霊夢、護衛にあのメイドを雇っていたんでしょ？そんな箱入りお嬢様なんて一撃よ。昨夜は優秀な掃除係。おかげで、首一つ落ちてないわ。あなたは強いの？さあね。あんまり外に出してもらえないの。私が日光に弱いから。なかなかできるわね。こんなに月も赤いから、本気で殺すわよ。何度聞いてもラスボス感たっぷりなセリフで好きだぜ。初代6面ボスにふさわしい怖い名言ですね。その後も初代6面ボスらしい発言が見られる。と思いきや、タンポポにガーやギャオを食べちゃうぞというセリフからカリスマブレイクの代表となりました。コウマ教のあの恐ろしい存在感はどこへ行ったのやら。ちなみにこれはもしかしたら、霊夢が従者である昨夜のことをバカにしたから怒ってこのようなことを言ったのかもしれません。マリサの会話では終始マリサのいじりがあったもののノリノリだったことからかなり紳士したようでした。確かに霊夢が余裕で倒したという発言の後に昨夜をかばうかのような発言が見られるよな。もしそうだったのならば従者思いの素敵なリーダーですね。またレミリアはこんなに月も赤いから本気で殺すわよ。と言って、その後に楽しい夜になりそうねと言いました。また、楽しい夜になりそうねというセリフは霊夢のこんなに月も赤いのに、長い夜になりそうねというセリフと同時に発せられていて、ジョジョの鈍っぽさとレミリアの程度の能力の存在感を醸し出しているんですよ。なるほどな、ジョジョの奇妙な冒険のオマージュがされているのか。前回のパロディの授業で習ったけどコウマ教は特に多いよね。こういうオマージュをうまく組み込むところ同人ゲームらしさがあっていいですよね。こんな洒落た言葉を子供ながら使えるなんて、レミリアが大きくなった時が楽しみですよ。こんなに月も赤いから。
本気で揉んでやるわよ。いや胸の話してたんかい。それでは次に紹介する、子はかっこいい名言は風見優香の、それは人間と同じだから、霊が宿り、花が咲き、霊が去ると花が散るです。見た目と違ってキャラからおっかないです。優香は季節の花が大好きで、幻想郷を一年中どこかしら花が咲いているところへと放浪している妖怪という設定と、その可憐な容姿からどう考えても東宝プロジェクトの癒し系お姉さんキャラと思ったら、いじめるのが日課らしく、人が苦しむところを見るのが好きといった残虐性を秘めた妖怪だったのです。ユーカリンド S にも程があるだろ。そのこともあってあっち系では逆に分からせるという感じのものが人気が高い傾向にあります。ユーカさんを分からせることなんてできるのか？ただその養分を犯されない限りは紳士的で礼儀正しく、人間の里に買い物に行ってはにっこり笑顔で挨拶を交わすこともあるんですよ。旧作キャラなだけあって、いいギャップを秘めたキャラだよ。そんな優しさと恐ろしさを兼ね備えた優香の名言がこちら。優香、人間は死ぬと花を飾ったりするんだってね。そうですね。昨夜、でもめでたい時にもお花を飾りますよ。花がめでたいのに死の象徴でもある理由はわかる？なんでこんなところで妖怪と立ち話をしているのかしら？それは人間と同じだから、霊が宿り、花が咲き、霊が去ると花が散る。はーん、深いな。確かに花がめでたいのに死の象徴でもある理由なんて考えたことなかったぜ。霊が宿り、花が咲き、霊が去ると花が散るはかなり難しい内容ですが、優香の言う人間の同じとは簡単に言うと、人間も花も同じ器であり、そこに霊、つまり魂が入り込むことで花が咲き、霊が抜けると散るということですね。意味が無限の底並みに深いぜ。貝塚では60年に一度の間隔で外の世界で発生する幽霊の増加で、三途の川の案内人である死神の仕事の許容量を超える数の幽霊が幻想郷に出現したため、溢れ返った幽霊が花に憑依し、花が咲き乱れる現象が発生しました。英気が言うに、花は性格、つまり魂の質を表す植物、だから霊とは相性がいいのよ。ひまわりには明るかった人間の霊が宿り、彼岸花には友人のいない寂しい霊が宿る。そして、紫の桜は、とのことで、この花は人間の霊でもあるようですね。だからヨウムの会話であの世になくても、今の地上の花は、死の香りがプンプンするわと言ったのか。さすがフラワーマスターなだけあってすでにこの異変のことを知っていたということにもなりますね。このことから紐解くと、優香がなぜ花が好きなのか理解できます。花は人間と同じように綺麗に咲き誇って散る。もちろん綺麗に咲き誇るところも好きでしょうが、綺麗な生き様が散るところを見るのが好きだから花が好きなのではと思われますね。怖すぎるだろそれ。でも確かに虐げるのが好きな優香の真意はそこだろうな。このように優香は表はひまわりのように笑っていても、妖怪らしい非常に危険性を秘めた感じが魅力的です。さてお次はニトリの言った、これからお前をギッタンギタンにしてやる、です。ジャイアンパート2。幻想郷のカッパは技術力が高く、写真機や電話機なども作れるほどの技術力を持っています。背中のカバンにはそれらに関する道具が詰まっているのだとか、最新の東方地霊記伝のストーリーではなんと宗教にも手を染めていたようです。あんまり宗教に無関心だったけど、神秘録とかで宗教絡みの奴らに会って興味が出たのかもな。初登場は東方風神録のステージ3道中です。中ボスとして戦うのかと思いきや、こちらが人間だとわかると逃げ出していたりと人見知りな部分が見られました。しかしこれは人間相手の話であり、東方地霊伝の一面の会話にてとんでもない発言をするのです。マリサ、雲？そうか？ヤマメ、一発でバレちゃったみたいね。せっかく、久しぶりの獲物だと思ったのに。あんたただものじゃないね。ニトリ、やい土雲、これからお前をギッタンギタンにしてやる。ははは、面白い人間ね。気に入ったよ、相手をしてやる。はいどうぞ。頑張って。おいおい、暴言を吐いてマリサに濡れ衣を着せるとは。まさかあの可愛らしいニトリがかなりダークなところがあったのは意外でしたね。二次創作から入った人は間違いなくドン引きもんだな。ちなみにこちらはジャイアンが怒った時に言う、ボロボロのギッタンギッタンにしてやると危ない発言のオマージュでしょう。やいのび太。っていう入りもそのままだよ。意味としては一度完膚なきまで叩き伏せ、二度と逆らう気が起きないように追加及びダメ押し、といった感じでしょうね。そんなことを言う子じゃないと思っていたんだがな。彼女もカッパという妖怪なのでやはり普通の人間とは違う一面を持っていることがわかりますね。それじゃあジャイアンも妖怪ってこと？あらがち間違いではない。それでは次に紹介するのはヘカーティアラキスラズリの、それだけの理由であなたを地獄へ落とす、ただそれだけの理由だ、死んでも悔しがれ、です。なんでこんなにも切れたのかに注目だ。ヘカーティアラキスラズリは地球月異界それぞれの地獄を司る女神、部下にクラウンピースがいますね。クラウンピースの持つ松明にはもしかしたら不老不死も殺めることができる効果があるかもしれないんだよな。現在地獄を管理している鬼神たちの社会には入っていない自由人です。
あの四季様も頭が上がらないものすごいお方ですが、基本的にはおおらかな人物。特に赤ヘカは和4のような軽い口調で話しますね。そんなヘカーティアが珍しく切れたセリフが怖いけどかっこいいのです。それがこちら。ヘカーティア、そんなに怖がらなくてもいいわよ。何も本気で戦ったりはしないわよ。どうやら純子も敗北を覚悟しているみたいだし、もう勝ち負けは重要じゃないみたい。だから私たちも正々堂々一人ずつ戦うわ。これは余興みたいなもんよ。さなえ、そうですか、安心しました。では改めて、さっさと勝負しろ。この変な T シャツ野郎。よーし、かわいいね。ちょっと遊んでやるわ。本来なら、人間など相手にしないんだけど、あなたは私に暴言を吐いた。それだけの理由であなたを地獄へ落とす。ただそれだけの理由だ。死んでも悔しがれ。変な T シャツ野郎がインパクトありすぎて見逃しがちだったけど、ヘカーティア屈指の名言だよな。地獄の女神なだけあって、それだけの理由であなたを地獄へ落とす。というのがいいですね。T シャツのようにシンプルながら怖さがあってかっこいい名言ですよ。ただ特にブチ切れたわけではなくて、サナエの煽りに乗ってあげたというのが正解だよな。そう、冷戦のところでも実は似たような会話があったのですが特に気にするようなことはなかったので、そういうことでしょう。また怒りの立ち絵のゴゴゴは、ジョジョで使われる効果音のオマージュとなっていますよ。あ、ほんとだ。そんな隠し要素もあったんだ。それにしても、地獄の女神という名だけあって死よりも恐ろしいセリフとなっていたことから、怖かっこよかったわよ。ということで次に紹介するのはエタニティラルバの言った、今なら新世界の神にでもなれそうな気分よ、です。アゲハチョウの妖精がデスノートを持ちます。そうではない。成虫だけでなく幼虫やサナギも含むため、正確には昆虫の成長と再生と変態の妖精らしいです。普段の性格は極めて温厚な性格をしていて、倒されても応援するようなセリフが見られますね。危険を察知すると、触覚から弾幕と臭い匂いを出すという性質を持っていますよ。どこかで戦闘があってもパワーアップアイテムを数個持参して遊びに行く程度である。という設定から二次創作ではレイピーを持たせることが多いよな。どう考えても一面ボスらしいキャラクターなんですが、幻想郷の賢者の一人であるマダラオキナから常世神なのかもしれないと言われているのです。そんな何か秘めたキャラクターのラルバの怖い名言がこちら。ラルバ、降参。レイム、思ったよりも手強かったわ。私だってここまで力が出せるとは思ってなかったわ。夏の青空が私をそうさせたの。今なら新世界の神にでもなれそうな気分よ。そう。異常気象とともに妖精がおかしくなるのは偶然ではないよねとのことで、背中の扉が開き暴走した力によってまさに開放的になり、死神ライトも青ざめるセリフを言っていますね。おいラルバー、レイピーくれよー。皆さんもご存知、これはデスノートのライトの名言のオマージュですね。よくよく考えると、レイピーって死神のユークの好きなリンゴと似ているよな。おお、マジじゃん。マリサさんそれは面白い考察だわ。エタニティラルバの元ネタは前回の不老不死魔行を殺してあげるにはという授業でも言いましたが、富士山の麓で行われたヤバい信仰の幻想的神様で、不老不死の力を与えることができると噂されていたようです。そんな実はとんでもない危険性を秘めたキャラクターなだけに、暴走したとはいえ力は本物のようです。あのレイムが思ったよりも手強かったと言っていたしな。また幻想郷最強クラスの社名丸綾のセリフでは、あや、事件と関係ないところでエネルギーを使ってしまった。しかしあなた妖精にしては強いのね。ラルバ、力が有り余って仕方がないの。今なら新世界の神にでもなれそうだわ。昆虫型妖精の暴走、まあ夏の暑さにやられた感じかな。記事になるような事件じゃなさそうね。異常気象の取材を続けましょう。とのことで、あの綾も相当なエネルギーを使ったことがわかりますね。ちなみに5面ボスの2同時定例マイ&西田里乃に勝った後は、口ほどにもないと言っていることから、エタニティラルバの方が強い可能性が高いということがわかります。マジか、ラルバって暴走していたとはいえそこまで強かったのかよ。このことからも彼女がかなり危険性を秘めたことがわかる名言となっています。また彼女は常世神の可能性が 99% あることから、漫画、デスノートの主人公ヤガミライトを意識しているのか、あのセリフを与えられたのでしょう。うわぁそういうことか。常世神でデスノートのヤガミライトのセリフを与えられたってことね。めちゃくちゃすごい設定力だな。本当に怖いのは神主だったということですね。さてさて、ここからは東方強欲異文で言われたかっこいいけど怖い名言です。東方強欲異文はかっこいい名言の宝庫だぜ。まずは星熊遊戯の言った。混沌は安泰だです。混沌が安泰って一体どういう意味なんだ？遊戯はキュートに住む鬼にして山の四天王の一人、鬼らしく好戦的であり、非常に高い実力を持っていますね。本編でも肺に入った酒をこぼさずに戦うという縛りを自らに課するほどの強者の余裕を見せていました。姉御感が素敵すぎる強いお姉さんキャラだぜ。初登場の服装は体操服という少しダサめな格好でしたが、その後は着物姿なことが多くこちらが普段着だと思われますよ。そんな遊戯がなんとフランと対面したことがあり、戦闘後のセリフで言った名言がかっこいいけど
ど怖い。温泉街は今日も想像しくていい。混沌は安泰だ。現在の旧地獄を住まう者としていいセリフだぜ。ただなんで、カオスと同じ意味合いの混沌が安泰なんだ？混沌とは全てが入り混じって区別がつかないこと、もしくは、物事が無秩序で、まとまっていない状態を言うのです。またマリサさんが言ったように秩序のない世界のことをカオスと言い、同じような意味合いで使われますね。秩序を意味するコスモスに対立する古典ギリシャ語が語源だよね。カオスの日本語訳は混沌とされ、ほぼ同義語として用いられています。これは秩序がなく非常に混乱した状態にあること、つまり自由であるということを意味していると思われますよ。なるほど、自由に生きているから安泰だということか。めちゃくちゃ奥が深いぜ。セリフ一つ一つが考えさせられますよね。なんでこんなおしゃれな言葉は思いつくのかが怖すぎます。そして次は村雨奈光が言った、私の船は乗るためにあるんじゃないわ、沈めるためにあるのよ、です。意味はなんとなくわかるけど、これもかなり怖いな。彼女は船幽霊の一種である村サという妖怪で、現在は白蓮を慕う妖怪の一人です。1000年前に清廉船ごと地底へ封印されていたのですが、地霊殿の異変の際に地底から解放され、仲間たちと協力して白蓮の封印を解いたのです。私がよく思うんだけど、その後人間への報復とか考えなかったのが妙蓮寺のすごいところだよ。間違いないね。現在はもちろん妙蓮寺で暮らしていますね。東方水郷下では修行をしているシーンが見られました。綾に雑用にされてると言われたがな。かつては水難事故によって亡くなった者の念縛霊であり、通りかかった船を転覆させて恐れられ、その恐怖により妖怪村里化したのです。彼女の退治を依頼された白蓮により念縛霊から解放され、清廉船の船長の役目を任されました。人に危害が及ぶのに特化した能力を持っていることからも危険度が S 級認定されているんだよね。原作は目上の人だと知れば敬語を使ったりと話し上手な船長ですよ。そんな村佐船長が言った怖い名言がこちら。なんだどこから出てきた？次の相手は、私の苦手なやつだ。船なんてよく乗れるわよね。あんな呪われた乗り物。安心して、私の船は乗るためにあるんじゃないわ。ほう？沈めるためにあるのよ。これはめちゃくちゃ怖かっこいいな。船を沈めるための船って怖すぎます。ただ、怖さもありますが、かっこよさもあるところがいいですよ。沈めるためにあるっていうのは、村佐船長の恐ろしい能力を表していることがわかりますね。船の船長にもかかわらず沈めるためっていう矛盾感がすごく好きだよ。タイタニック号は逃げてください。ということで次に紹介するのは強欲のラスボスである東鉄ユーマの言った、三つ掘っては憎しみのためです。これも意味深そうですね。彼女は強欲同盟の組長で畜生会において最上位に位置する四大組織の一つです。地形中で主人公に憑依することになる動物霊のうち、大足霊は彼女の配下だぜ。他には空中や圧倒的な大きさで全体を見通すことができる動物霊が属していますよ。彼女は動物霊のドタバタ騒ぎの隙をついて、窮地の池地獄の石油の海に目をつけていました。その石油を自身の組織のために全て独り占めし、集めた石油を使って畜生界のみならず地上の欲を全て自らのものにしようと目論んだのです。その時の怖すぎる名台詞がこちら。一つ掘っては金のため、二つ掘っては国のため、三つ掘っては憎しみのため。なるほど、とりあえず一とにはよくわかるよな。そう、石油は非常に使える限られたエネルギーなことから、世界的に高価な取引が行われるもの。なので石油が掘れば、お金のため、国のためになるのです。だけど三つ目の憎しみのためとは？これは石油をめぐっての戦争のことを表しているのだと思われます。なるほどね。だから憎しみか。例えば太平洋戦争では日本がフランス領インドシナの南部にまで軍を進めると、アメリカは態度を硬化させました。日本に対しフランス領インドシナ、そして中国からの軍の撤退を強く要求し、石油やくず鉄の輸出を禁じる経済制裁を発動したのです。石油の7割をアメリカからの輸入に頼っていた日本にとっては、大変な衝撃でした。経済的な打撃と同時に、艦隊や軍用機が動かせなくなるため、軍事的にも大きな打撃を受けることになるからです。海軍の作戦計画を担う軍令部のトップは、このまま石油がなくなれば艦隊を動かせなくなるとしてむしろこの際、打って出るのほかなしと昭和天皇に伝えました。日本とアメリカは外交交渉を続けていましたが、1941年11月、アメリカからさらに厳しい要求が出されると、日本側は交渉妥結の見込みはないと判断して、最終的に太平洋戦争を開戦を決定したのです。このような石油をめぐる戦争という憎しみを表しているのでしょう。確かに強欲異文は戦争の話と絡んでいたよな。また戦争というと先ほど紹介した東方海江塚が思い浮かびますが、四季様は地獄の裁判長であり、もともと旧地獄にもいたことを考えるとつながりを感じさせられますね。コッパ、もともと地底も地獄だったもんな。そういうつながりから戦争だったのね。あとさっき遊戯の混沌が安泰とは自由だからと言いましたが、これは自由の国であるアメリカを指していると思われますね。そうか、前回の授業でズンさんの中で地獄はアメリカって言ってたよな。そう、なので旧地獄もそういうことでしょう。意味深すぎて地底にドハマりだわ。
また彼女の名言に石油にまつわる帰依も利便も呪詛も憎悪も欲望もすべて、一しずく残らず私のもんだ、という超かっこいい名言がありますが、これは全てを吸収して、石油での争いをなくすということの意味合いなのかもしれないですね。そうだったらめちゃくちゃかっこいいじゃん。実際、彼女は非常に危険そうに見えて冷静で賢く、いい一面を持つキャラですしね。争いを望まない東鉄がこれを言うと深みが地獄級ですよ。さて、ラストに紹介するのは藤原の向の言った、生まれて生の初めに暗く、死に死んで死の終わりに名詞です。そんな怖いこと言わないで。現在彼女は迷いの竹林に住む不老不死の人間にして蓬莱人です。AI 変後は迷いの竹林の原因でもある妖精たちに顔が利くこともあって、竹林の案内のボランティアもしているぜ。そんな彼女の能力は老いることも死ぬこともない程度の能力、または死なない程度の能力。蓬莱の薬の効果による不老不死の能力だよな。薬の効果により魂のみが存在の本体となっていて、肉体が滅んだとしても、新たな肉体を自由に生み出すことのできる不死者の特性を持つんだ。その肉体は老いることも病むこともないのですが、体が変化したわけではないため、体が傷つきもすれば、痛みも感じるようですね。そんな向こうが栄夜賞で亡霊の採用時ゆゆこと判例の魂魄用務にあったセリフが薄すぎるのです。成仏を忘れた亡霊は新たな生を生まない。死ねない人間は色鮮やかな冥界を知らない。生まれて生の初めに暗く死に、死んで死の終わりに名詞、死を知らない私は闇を超越する。暗い輪廻から解き放たれた美しい弾幕を見よ。確かにかっこいいけどおっかないし鬱すぎるぜ。こちらはとても有名な空海の秘蔵法鍵の言葉、生まれて生の初めに暗く、死に死んで死の終わりに暮らし、が元ネタでしょう。これって元ネタがあったんだ。一体どういう意味なんだ？自分はどこから生まれ、どこへ死んでいくのか、生まれるとは何か、死とは何かという一大事を、人はなおざりにして何も考えずに人生を送っているという意味ですよ。密教の教え輪廻転生とは、地獄が鬼畜生修羅人天の陸道を巡る迷いの再生です。人は迷いの世界を巡り、暗闇の中から抜け出せない学習能力のなき者。そろそろ自分の一生に、宇宙大の世界観を当てはめ、輪廻から離脱しようではないかという意味です。他では、人間は何度生死を繰り返しても、また同じ人間としてこの生に生を受け、死んでゆく。しかし、なぜ生きるのか、死ぬのかがわからない、輪廻の流れをいつまでも繰り返す凡夫の姿を、その空海自身も、自分の中に見出そうとしたということです。つまり、永遠に続く命のバトンの輪廻に宿る暗さということか。なんとなくですが、優香の花の話と似ている部分がありますね。しかし向こうは花のように散れないということか。向こうの意味合いとしては、不老不死の後悔ですね。前回の授業で死んでもらう方法を考えてきたのでぜひ活用してほしいところですよ。傍から聞いたらサイコパス発言。詳しく解説すると生まれて生の初めに暗くは、死ぬことが許されず絶えず新しい生が勝手に起こり、絶望している様子。死んで死の終わりに名詞は、何度も新しい生を受けるだけの死に対して、名つまり冥界にいるような苦悩にいるということでしょう。生きているのが暗い地獄ということか。あくまでもこれは私の考えですので、よければ視聴者の皆さんの考えも教えてくださいね。一方で自身のことを幽霊と似たようなものかもしれないとも語っています。幽霊は不詳であり、蓬莱人は不死、まさに紙一重ってことね。成仏を忘れた亡霊ゆゆ子は生を知らず、死ねない人間もこうは死を知らない。ただゆゆ子浜田採用用など成仏する余地が残されているため、もこうと対極とは言えないかもしれません。またゆゆ子はもこうの肝を食べるとどうなるという物騒なことを言いますが、亡霊が蓬莱人の肝を食すと輪廻は終わり、成仏も転生もできなくなるとのこと。そのため、のんきなゆゆ子がめちゃくちゃビビってたよな。これは非常にかっこいい名言ですけど、もこうが不老不死となり、どれだけ辛く、どれだけ死にたいかという意味が込められているのかがわかりますね。人には寿命があるからこそ花のように美しく咲けるということか。だからこそ優香は花が好きなのかもしれませんね。さて、以上がかっこいいけど怖すぎる名言でした。やはり、東方プロジェクトは、一つ一つのセリフが深みがあり、考えさせられるものとなっているよね。ただ、かっこいいだけじゃなくて、奥が深いところがやはり東方プロジェクトの魅力でした。不老不死の模倣を殺める方法や他にも名言について紹介してるので見ていてくださいね。また視聴者さんが好きな怖い名言があれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。